ライブラリに不思議なことが起きました。とっても可愛いキャラクターたちがこの世界に降ってきたのです。見て見て、僕の耳、ハートの形にもなるのよ。あなたたちには指一本触れさせない。あたいたちは別にこの世界を掃除しに来たんじゃないよ。お揃いなんだね。こいつらからバリアが出てたなんの。だか僕に似てますね。私のことぬいぐるみだと思っているのかな。きっと可愛すぎるからよ。可愛いものは攻撃しちゃダメって決められているもの。僕たちとサンリオキャラクターズの大冒険始まります。ある日のこと、シノアリスきっての不人気キャラくるみ割り人形は暗闇で涙を流しながら呪いの言葉を吐いていた。我が輩は人気投票最下位、許せぬ。我が輩よりも人気で可愛い存在はあるべきではない。抹消されるべき。不人気キャラである自身の現状を憎み、未だに受け入れることができないくるみ割り人形。彼の憎悪は人知れず、辺りの空気を震わせるのだった。大変です。くるみ割り人形からヤバげなオーラが放出されています。近年稀に見る邪悪なオーラですね。どうやらそのオーラのせいでどこかの異世界に影響が出てるようです。その異世界にはとても愛らしい者たちが住んでいるみたいですね。今その愛らしい者たちが黒く汚らわしい何かに飲み込まれました。というわけで今回のコラボ先はその愛らしい者たちです。ちなみに今回のお話は登場人物が多いのでセリフには社名が書いてあるそうです。大人の事情です。大人は聞かない。さて、そろそろ物語を覗いてみますか。あの世界の可愛いがこのライブラリーでも通用するかどうか興味深いですね、騎士。くるみ割り人形の憎悪のオーラが世界に放たれてから数日後、いつものようにナイトメアを撃退していたアリス、赤ずきん、シンデレラ、茨姫のもとに突如奇妙で小さな物体が降ってきた。これは何？小さい動物さんです。新種のナイトメアかも。だったらやることは一つだろう。驚いたように辺りを見回す小さな物体たちを前に、4人は容赦なく武器を構えた。こんな小さい生き物、私たちの敵じゃない。なんだ、攻撃を弾いた。聞いてないみたいです。
彼らはバリア越しに震えていた。なんでお姉ちゃんは僕に意地悪するの？潤んだ瞳にアリスと茨姫は躊躇する。攻撃しちゃダメ。あの子たちとても怯えてる。あのバリアは何ですか？攻撃が全く通りません。きっと可愛すぎるからよ。可愛いものは攻撃しちゃダメって決められているもの。ああ、一理ある。アリスまでどうした？仕方なく4人は小さな彼らのもとへ近づくのだった。アリスも抱っこしてみて。ぬいぐるみみたいで可愛いわ。茨姫に促され、目の前で震えるシナモンをアリスは抱き上げる。ふわふわ。お姉さん、あんまりギュッてしたら苦しいよ。かわいい。こんな子がナイトメアのはずないです。抱き枕にして1000年くらい寝てたい。たくさんお昼寝するのね。小さな彼らにスリスリと頬を寄せる茨姫とアリスのもとに本物のナイトメアが現れた。あれがナイトメア。私たちいつもあれと戦ってるの。なんだいあれ、怖すぎるぞ。大丈夫。あなたたちには指一本触れさせない。その小さくてモフモフな可愛さに魅了されたアリスと茨姫は彼らに名前を教え仲良くなっていた。ほら、二人も抱っこして。害はない、絶対。シンデレラと赤ずきんもクロミとマイメロディーをそっと抱き上げる。この子、なんだか僕に似てますね。こいつらからバリアが出てたのか？こんな生き物を壊すのはもったいないです。赤ずきんたちも見事に戦意を喪失した。異世界から来た彼らをナイトメアでないと認めたアリスたち。改めて素性を尋ねると、キティたちはこう答えた。私たちはこことは違う場所から来たの。街をお散歩してたら大きな川に飲まれて。あたいもびっくりだよ。水が急に真っ黒になってさ。それで気づいたらここにいて。口々に言うモフモフなみんなを前に、アリスたちは彼らがライブラリとは異なる世界から来たことを悟った。
こはライブラリと呼ばれている。ライブラリー、図書館ってことか？まあ名前だけはね。実際のところはナイトメアが跋扈するろくでもない場所さ。私たちがいたところと全然違うみたい。ふと手にした武器を下ろす茨姫。このライブラリー、さっきからファンシーになってる。はあ？驚いたシンデレラが武器を振ると、キラキラと7色に輝く光が弾けた。なんだこれ。あの子たちのバリアにそっくりです。ナイトメアを倒した時も星が飛び散ってたし。どうやらシナモンたちの可愛らしいオーラが溢れたおかげで、邪悪なライブラリが少しずつ浄化されているようだ。アリスたちの誤解も解け、ようやくライブラリの仲間を見つけたシナモンたちだったが。あら？シナモンの背中、羽が生えてるわ。メロディーちゃんもなんだか変なオーラが出ちゃってるよ。あたいの体もおかしいかも。どうしよう。私もみんなも形が変わってしまっているわ。なんと彼らの体はナイトメアに近い姿に変わってしまっていたのだった。アリスさん、どうしよう。僕たち変になっちゃった。そう、その姿も、いや、なんでもない。多分ライブラリに来た影響。ライブラリの邪悪なパワーを受けて、もしかしたらナイトメアになりかけているのかもしれない。少しずつナイトメア化が進んでいるシナモンたち。このままだとライブラリの浄化も消えちゃう。あたいたちは別にこの世界を掃除しに来たんじゃないよ。ええ、元の世界に早く帰らなくちゃ。彼らの願いはもちろんナイトメア化を直して元の世界へ帰ること。アリス、どうします？もちろん協力する。潜らせてもらったお礼に。もふもふなシナモンたちを密かに見つめ、アリスは強くうなずいた。シナモンたちのナイトメア化を止め、そして元の世界への帰り道を探すため、アリスたちはライブラリを探索する。
イトメ攻撃の準備を。ア。あれ？ナイトメアの動きが鈍くなりました。これも、あの子たちの可愛いパワー？とにかく行くぞ。彼らの魅力に負けたのか、ナイトメアは攻撃をやめてしまう。そんな敵の隙を楽々と突きながら、アリスたちは先を急ぐのだった。なんだこの生物は！自爆した。僕の遊び相手が消えちゃいました。おい、本当にこれでいいのか？この勝利は彼のためよ。慣れた道をたどってみるも手がかりは見つからなかった。闇雲に探すのもな。一度別れた方がいいかも。ナイトメア化を早く止めるためにも分かれ道で二手に分かれることにした。僕はアリスとマイメロ一緒に行きませんか？はい、シナモンも行こう。シンデレラについていくよ。あんたとキティ悪くないな。茨姫もあんまりも振りすぎるんじゃないよ。わかったわ。もふ。ナイトメアに気をつけながら道を進むアリスたち。ところで、シナモンはどこで生まれたの？僕は雲の上だよ。空をふわふわお散歩できるんだ。そう。だからこんなにほっぺもふわふわしてるんだ。私たち、頭巾がお揃いなのね。そうですね。たまにはマイメロのピンク色もいいかもしれません。これがかわいい。ここに来る前はちょうどみんなにクッキーを配っていたの。マイメロの手作りクッキー。僕も食べたかったです。倒した相手に同情などしない。シンデレラと茨姫もナイトメア化の手がかりを探っていた。なんであたいがこんな目に。私も今日は早く切り上げて休みたいと思っていたよ。そうか？あたいも読みかけの恋愛小説があってさ。キティちゃん、抱き枕にしてもいい？そのペット、どこから出てきたのかしら？移動式だから。私のこと、ぬいぐるみだと思っているのかな？
あてもなく歩くアリスたちの前に木製の人形が突如現れた。あれはくるみ割り人形。なんだかいつもの雰囲気と違う気がします。その魅力を我が輩によこすべき。僕たち？人気最下位の我が輩が逆転するには貴様たちからその魅力を奪い取り、つまるところ、くるみ割り人形こそが彼らをこの世界に落とした元凶だった。シナモンたちは皮が黒くなったと言っていた。あれは召喚の過程で我が輩がやった。あの皮を黒くナイトメア化してそこを通った連中も怪我してやったのだ。我が輩に馴染みやすくなったところで弱らせ我が輩が全て食らうのだ。そんなことさせません。この子たちは大事なモフモフですから。シナモンたちを守りながら凶暴化したくるみ割りの猛攻に対抗するアリスと赤ずきん。遠く離れた場所でシンデレラとイバラ姫も異変に気づく。今の音。アリスたちが向かった方角だ。ナイトメアが現れたのか。行くしかないわね。急いでアリスたちを助けに向かった一行。時を同じくして慌てて走り出した彼女たちの背中を密かに捉える者たちがいた。合流したシンデレラたちにアリスが戦いながら状況を説明する。ということはこいつらがライブラリに現れたのもナイトメア化したのも人気最下位のくるみ割り人形の仕業。そうか、最下位のせいか。最下位というな。くるみ割り人形の体からあふれたオーラに思わずアリスも膝をつく。しかしそこで前に出たのは小さなモフモフたちだった。私たちを守ろうとしてくれて。僕たちで力を合わせてみんなを守るんだ。行くわよ、ファンシーバリア。ダメだ、まだ力が足りないみたい。あともう少しだけ。お友達がいればいいんだけど。シナモン
んたちのファンシーバリアはあと少しだけ力が足りないようだった。そこへ現れたのはポムポムプリンとポチャッコを連れたハーメルンたちだった。キティちゃん、みんな大丈夫？手を取り合って再会を喜ぶ彼らを優しげに見ながらハーメルンがうなずく。美しい光景ですね。心が洗われます。ラプンツェルとハーメルンも異世界から来た者たちを連れて彼らの仲間を探していた。そして今6つの可愛いはここに集った。プリンもポチャッコも力を貸してね。うん、任せてよ。私たちの愛のパワー、まだまだいけるわ。もちろん、クロミ様に任せな。僕たちを助けてくれたアリスちゃんたちを今度は僕たちが守らなきゃ。みんなで力を合わせましょう。なんじゃこのキュートでファンシーな愛らしさは。これだから最近の若者はかわいいかわいい。キティたちから教わった。かわいいは正義、かわいいは無敵、かわいいは楽しいです。かわいいは強さだ。かわいすぎて浄化される。私は戦い続ける。6つの偉大なモフモフと力を合わせ、くるみ割り人形を撃破したアリスたち。蔓延した憎悪のオーラも晴れ、キティたちも無事に元の体に戻った。元に戻れたぞ。ありがとう、アリスちゃん。喜び合う彼らの目の前に突然現れたのは、キラキラと虹色に輝く巨大な扉。これは何？ずいぶん派手だな。この子たちの世界とつながってるかもしれません。お別れなのね。扉が開き、一同は別れを惜しむ。僕、アリスちゃんと友達になれてとっても嬉しかったよ。友達。そっか。ありがとう。あなたのことずっと抱きしめていたいのに。大丈夫、信じていればきっとまた会えるわ。クロミもマイメロと仲良くやりなよ。わかってるよ。
度はマイメロのクッキー食べたいです。もちろん。みんなでお茶会しましょ。扉が閉まる前に帰りましょう。やったー、お家に帰れる。でもこの世界もちょっぴり楽しかったな。そうだな。あたいたちの世界とは全然違ったし、お友達ができたものね。僕たちみんなのこと絶対に忘れないよ。無事に元の世界へと戻ることができたシナモンたち。真っ黒になった川も浄化され、彼らの世界はいつも通りの平和を取り戻していた。一方その頃、アリスたちはモフモフの癒しを失った深刻な禁断症状に苦しんでいた。あの子たちがいないと眠れない。あいつらとは多分もう会えないぞ。ギシンとアンキをモフモフして我慢します。ってこと？もう癒しが足りない。やっと逃げることができました。なんですが、あのラットプロジェクトは、ラットの欲望に飲まれたナイトメアですが、そういえばシナモンたちの世界には美しい川が流れているらしいですよ。聖なる川のほとりに清らかな文化が広がる優しい世界だそうですね。ライブラリーも清らかな川が流れる優しい世界になれば、我々の扱いも良くなるはずです。まあ、ここの場合はどう頑張ってもドブ川にしかならないでしょうけどね。